クジラデジタルのドゥルバル講座。今日は初期ユーザーアカウントはブロックしておこうというお話をしたいと思います。まず、初期ユーザーアカウントとはどういうものなのかと言いますと、ドゥルパルのインストールを行った時に作成するアカウントなんですね。ドゥルパルを初期インストールした時にユーザーアカウントを一つ作ってパスワードの設定などしたと思います。で、この初期ユーザーなんですけれども、設定ロールに関わらず全ての権限を持つんですね。ちょっと実際にお見せしたいと思います。今、このアドミンという名前の初期ユーザー、ドゥルパルをインストールしたときに作ったユーザーとしてログインしてます。で、このアドミンさんが、例えばプロジェクトから外れたとかですね、そういった理由で管理者の権限が必要なくなったときに管理者権限を外したいと思ったとします。その場合、ユーザーから編集でアドミンユーザーの役割を変えることができまして、この管理者という役割を消して保存したいと思います。今、このアドミンユーザー役割が何もない状態になりました。でもですね、この状態で、例えばコンテンツの作成も普通にできますし、サイトやユーザーの管理も行えるんですね。つまり初期ユーザーアカウントというのは、どんな役割を与えようが、外そうが、すべての操作が行える非常に強力な権限を持っているアカウントということなんですね。これはつまり権限のコントロールができないというものになりますので、この初期ユーザーアカウントを誰かに盗まれてしまったとか、退職した人がまだこのユーザーアカウントのパスワードを知っているとか、そういった時には強力すぎるので非常に危険になってしまうというものになります。もし Linux を使ったことがある方がいましたら、ルートユーザーをそのまま利用しているというふうに想像したら、ちょっとこれ危ないよねとわかるんじゃないでしょうか。なのでこれの対策を紹介したいと思います。で、まずこれの対策としては、この初期ユーザーアカウントというのは基本的に使わないと。そして管理者用のアカウントというのは別に一つ作っておくということが対策になります。なのでまず、新しい管理ユーザーを一つ作成します。これは初期ユーザーをブロックする前に必ず行う必要があるんですね。なぜかというと、そうしないと誰も管理者としてログインできなくなってしまうので、もうニッチもサッチもいかなくなってしまいます。で、そういう時には SQL 文を自分で書いてあげたりですとか、PHPMyAdmin のようなツールでこのコマンドを入力するという結構面倒な処理をしなければいけないので気をつけましょう。そして、実際に初期ユーザーをブロックする方法を紹介したいと思います。まず新しいユーザーを作成します。ユーザーを作成するときはユーザーの管理画面からユーザーを追加をクリックします。ユーザー名を入力します。パスワードを入力します。そして管理者の権限を与えてアカウントの作成をクリックします。以上で新しい管理者の作成は完了です。ではログアウトして新しい管理者のアカウントでログインしていきます。はい。また管理者としてログインすることができました。左上がアドミンではなくてクジラという名前のアカウントでユーザー名が表示されています。では初期ユーザーをブロックしていきたいと思います。ユーザーの一覧を表示して、アドミンのユーザー名にチェックボックスを入れ、選択されたユーザーをブロックを行います。これでアドミンユーザーの状態がブロックになりました。なのでアドミンとしてログインしようとしても、たとえパスワードが正しかったとしても、ログインできない状態になりました。以上が初期ユーザーアカウントのブロック方法になります。まとめですが、初期ユーザーアカウントというのは非常に強力な権限を持っているので、普段使いするには非常に危険というものになります。なので、初期ユーザーをブロックしておいて、別の管理者ユーザーを作成して利用しましょうというのがベストプラクティスになります。この作業の注意点としては、初期ユーザーをブロックする前に、必ず新しい管理者ユーザーを作成してから初期ユーザーをブロックするということが重要です。そうしないと、ドゥルパル上に管理者ユーザーがいなくなってしまうので、誰もユーザーの追加や権限の追加ができなくなるということです。もし間違えて全ての管理者ユーザーがブロックされてしまったときには、こちらに記載されているコマンドで SQL を書いたり、PHPMyAdmin でデータベースの値をいじってあげる必要があるということになります。